はいどうもこんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタトヨです。本日は前回コーヒーメーカーでコーヒーを入れてみたんですけども、2種類の豆でコーヒーを入れてみました。そこそこ美味しいのは美味しかったです。そこで本日、じゃあコーヒーメーカーでより美味しくすることができるのかどうかっていうのを少し考えていきたいと思います。はい、本日使うのもシロカのコーヒーメーカーです。で、使用する豆は僕のお気に入りの一つでもあるコスタリカのミュージシャンシリーズのモーツァルトレーズンハニープロセスです。オンラインショップで買えますよ。いかがですか？で、焙煎度合いは中入りですね。なのでこれを美味しくしていきたいと思います。自分が好きな味のコーヒーなのでとことん追求できるかなとは思います。それでは、作っていきましょう。じゃあ 10g ずつで作っていきたいと思います。はい。はい。それでは水もね、測っていきます。15g で1対17にしたいから、255だっけな。255まで、260でいいかな。260の水をご用意します。はい。水を入れて、で、コーヒー豆をセットして、まずは普通に入れてみたいと思います。でもめっちゃいい香り。いや、いいね。モーツァルト、いいね。結構、フルーツ感の強い、味の濃いコーヒー豆となっております。モーツァルト。はい。はい、出来上がったので飲んでいきたいと思います。やっぱりいい香りですね。僕の好きなコーヒーです。ちょっと香りは薄いんだけども、厚みがあるような味。下もザラザラ感があるような感じ。ちょっと見てみましょうかね。なるほどね。なるほどね。ちょっとこれ見てもらいましょうか。わかりますかね？この豆がちゃんと砕かれてない。これはね、このプロペラ式のグラインダーなので、少し致し方ない部分はあるんですけども、これをまず改善していきましょう。そうですね。これ、豆の粗さはちょっと一旦改善したいと思いますので、一旦清掃します。はい、洗いました。洗った時にちょっと一つ気づいたのが、先ほどちょっと風味が薄いという風に感じたので、まず豆の細かさっていうのを均一にするというか、細かく砕いていきたいので、グラインダーは別でちょっと豆をひいて入れていきたいと思います。それプラス、これ冷たい状態じゃないですか。冷たいので入れて、一旦ここでお湯を出していって、これで中のお湯の器具が温まると思うんで、ここに直接お湯入れてもいいんですけどね。お湯を待ってる間に、はい、この愛用グラインダーの一つ。便利なのは、この1個でエスプレッソからハンドドリップからいろんな粗さが、引けるってことですね。でしかもここの調整が上なんで、ものすごい楽です。調整がね。これもね、今度ね、ご紹介したいと思います。本当にね、すごい軽い力で引けるので、はい、一度止めます。で、これを一旦、はい、これで温まりましたね。では、水を入れていき、ここにコーヒー豆をこれを入れて、セット完了。で、豆引きをせずにそのままスタート。はい、出来を待ちましょう。ものによっては電動と手引きどっちの方が綺麗に粉が均一になるかっていうのは形状、このコーンと言われる臼の形状によるんで、どっちがいいというのは一概には言えません。使ってる感じであれば、どうだろう、気持ち的にこっちの方がいいのかなとは思ってますけどね。はい、できたみたいですね。先ほどもね、見せたんでね、お見せしましょうか。こんな感じでね、とても均一な感じがしますよね。さっきの4分の1とまではいかないけど、8分の1ぐらいのコーヒー豆
の原型が残ってるような感じではなく、粉々に砕かれてるコーヒー豆です。それでね、試飲していきたいと思います。確実に風味はプラスされてますね。ものすごくこう満足感というか、ちゃんとこう豆の味を引き出してるような感じです。やっぱり豆のこの細かさっていうのはね、大事だね。で、一つね、ちょっと気になったことがあって、これ分かりますかね。下にちょっと沈殿してるのが、ほら、見えますね。見えます？沈殿してますよね。ゆらゆら出てる、ほら、黒いやつ。これ多分ね、コーヒーの微粉なんですよね。先ほどちょっと見てもらったよ通り、微粉がね、混ざっていると、これ微粉が多いので、沈殿物をこう混ぜてこう飲んでみますけども、なるほどね。口当たりがものすごく、刺激的というか、ザラザラ感がいつもよりも多いっていうのと、口当たりに影響がしますね。では、なぜこれが起きるかというと、紙フィルターと金属のフィルターの網の粗さが違うので、この穴よりも小さければ向こう側に行ってしまう、コーヒーとして落ちてしまうっていうのがあるので、一旦これちょっと洗って物を見ながら説明します。はい、洗ってきました。洗ってきたので、一旦これ見てもらいましょうか。フィルターがこれなんですよね。紙フィルターいらずのステンレスだと思うんですけども、ステンレスのフィルターなんですけども、この目よりも細かい粉っていうのはすり抜けてしまうので、コーヒーに入ってしまうんですよね。なので、先ほどの沈殿物になってしまうと思います。では、この沈殿物をいかに改善するかっていうのをちょっと考えてみたんですけども、そうですね、微粉をなくせば思いまして、微粉なんか覚えてるぞ。微粉といえばこいつですよね。この微粉ふりふり機で微粉を分けることができるので、今回はこの微粉を分けて微粉をこの中に入れないようにしてコーヒーを作ってみようと思います。ではね、同じように 15g 測るんですけども、今回微粉は使わないということなので、少しいつもよりも多めに、3g 多めに入れましょうか。同じく、こいつで、いきます。いい香り。いい香り。抵抗がなくなったら終わりですね。では、into the フリフリキー。そして、この中で、抜き売りしていきます。昔飲食店で働いてたことがあって、その時にはカクテルは作ってました。はい。こんなかっこいいことはしてませんけども。はい。ではね、フリフリができたので、この微粉をこしたのが何グラムか測っていきますね。はい。1グラム多いので、それはやっぱり同じ条件でね、やらないと不公平ですからね。OK。それでは15グラムの粉と、同じく260ね、の水を入れて、また、先ほども温めたので、今回も温めましょう。まずは温めます。利便性を求めてコーヒーメーカーを購入しているのに、こんなめんどくさいことしないと美味しいのは飲めないのかというふうに思う方もしかしたらいるかもしれません。ただ、それは今回のこの検証というか、僕の話を聞いて、そのコーヒーメーカー、もしまだ持ってなければ、購入する時の参考になればいいかなと思っているので、絶対こっちの方が断然違うよとかいう意味ではなくて、こういう差がありますよというふうな検証なので、ご了承ください。はい、リグも温まったので、はい、コーヒー豆入れていきます。粉ね、今回はちゃんとフリフリをした粉ですね。2分がない状態の粉を入れて、お水も同じく260の水を入れていきます。グラインダーを起動しない方向でスタート。で、出来上がるのを待ちます。これで多分いい感じのコーヒーができるはずです。はい、できたようです。はい、最高の一杯。僕の好きなコーヒー豆の種類を使って、で、コーヒーメーカーを使って、で、一発目普通に入れて、気づいたことをどんどん改善していって、美味しいコーヒーができてるはずです。いい感じの、いい香りの。でもやっぱりあるっちゃあるか。でも、美味しい。口当たりはやっぱり一番いい。味も一番美味しいんじゃないかな、これ。いや、やっぱ断ると違いますね。味そのものの豆の個性はやっぱり変わらないんですけども、より口当たりが良くなったりとか、より飲みやすくなったりとか、
味の豊かさっていうのがより豊かになったりとかするのはありますね。いや、これはいい。はい、それではね、まとめに行きたいと思います。まず、コーヒーメーカーなんですけども、コーヒーメーカーは、便利で時間短縮できるので、とてもおすすめな商品ではあります。このメーカー、これがおすすめってわけじゃなくて、コーヒーメーカー自体がね、おすすめ、手軽にコーヒーが飲めるというものであれば、とてもおすすめではあります。で、その中で、どういったコーヒーメーカーがいいのっていう風な疑問というか、話の中で、グラインダーがついてるやつの方が手間が省きますよね。でもグラインダーにその種類によってはきちんと豆がこう砕かれてない場合がありますよと。で、フィルターも紙フィルターを使うタイプとステンレスのそのフィルター、網目が粗いやつですね、があるものとあるので、それは口当たりに違いが出てきます。そうですね、僕もコーヒーメーカーを自体買って遊んでみたいと思っております。なので、この便利のために買っているので、僕みたいにこう手を加える必要はないとは思います。なんといってもね、自分の好きなコーヒー豆に出会うことがやっぱり大事だと僕は思ってますんで、ね、いろんな豆を飲んでみてください。これからもあなたのコーヒーライフが豊かになりますように祈っております。ではまた。如果你觉得这个影片有帮助，或者是喜欢，多多帮我按赞，这样子我会更努力的制作新的影片。如果有什么疑问，留言给我，很欢迎提问。如果你订阅了频道，当最新的影片上传的时候，你会接收到通知，你就不会错过哦。让我们一起继续追求对你来说美味的咖啡吧，下次见。